まさかもう一回来れるとは思ってなかったです。東京戻ってこれからどうなるんだろうっていう不安はずっとありましたけど、でもデビューしたいですね。デビューはしたいですね。久しぶりです。久しぶりです。この前のやっぱ合宿よりか結構自分の発言を増やしていきたいというか、もしチームとしてこうグループでパフォーマンスする機会があるのであれば、そういうこう自分の意見を生かしたこうパフォーマンスとかもしてみたいし。久しぶりです。パフォーマンスとか歌の面だったりとか表現の面に関してもっと自分をさらけ出していけたかなっていうふうに思ってるし、プラス今までになかった新しい見せ方で、それがそのランっていう色みたいなっていうのを見せていけたかなっていうふうに思います。もっと自分自身を引き出して、その引き出せる自分の数を引き出しをどんどん増やしていきたいなっていうのはめっちゃ思ってます。頑張ります。おかえり、ただいま。みんなから刺激をもらって、自分もこう感化されるというか、切磋琢磨し合って、またこの短期間でまたレベルアップして、このメンバーの誰かとデビューするっていう自分が入る前提で考えた時に、僕が今持ってるものだったり今後絶対身につけられるっていう自信があるものを絶対に世に出したいなっていうふうに強く思ってるので、それで世界を取りに行きたいと思います。ただいま。お願いします。いやドキドキしますね。マジで課題怖いな。自分に何が必要なのかとかをやっぱり足りない部分を全部詰めていって、最終的には絶対その世界で活躍できるアーティストになります。これ熱いですよね。今までで一番熱いかもしれないですね。そうだね。歌う踊るっていうエモーショナルさはもともと得意な方だと思ってたんですけど、繊細さっていうのを考えてたら、自分が感じるというより感じさせたい気持ちの方が大きくなると、繊細さって良くなるんじゃないかなって僕はそうやって考えて、今回の合宿ではそのエモーショナルさと繊細さのバランスを考えて、自分なりの答えを出してもっと新しい目標ができたらいいなって思ってました。一人でいる間は会いたいって気持ちはありました。正直みんなとやっぱ誰かが落ちちゃうじゃないですか、現実的に考えて。そういった中でやっぱ自分は生き残らなきゃいけない。それはいつになっても変わらないことだと思うので、頑張れたらなと思ってます。だってね、なんかちょっと多めやなんかみんな大人みんな大人。あ、もう一回しよう。おいすごいやり直ってんね。おかえりすぎる。全然なんか新しい感じしない。帰ってきたよ。俺2人もっとないんだけど。あ、じゃあ誰マジでやだ。マジでレオと2人目は嫌だ。なんでよ。いいじゃんいいじゃん。何の自分のことできない。もう全部こいつのお世話。なんだかんだ俺が一番いいでしょ。全然そんなことない。嘘つけよ。誰がLINE してるもん毎日。こいつ。そうな。確かに。毎日 LINE してるもん。毎日 LINE してっからな。
します。お願いします。失礼します。お願いします。失礼します。お願い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 します。はい、はい、はい。そういうわけで最後の審査やるわけなんだけど、まあ当然っちゃ当然かもしれないけど課題曲があり、その課題曲っていうのがデビューするグループのデビュー前最後の楽曲、プレデビュー曲として、最後のメンバーで歌い直したりもしていきます。はい、はい、はい。曲 Be Free Move On Shining One という楽曲を今回用意しました。かけてください。お願いします。お願いします。Shining one, feel it. To make it much in a weekend. 同じ味にも飽きて、Oh, 少しは取るスポットライト。I want と共に弾けた。追い越されてく日々に、運命からの正体。ただ待ってたわけじゃない。No, I'll never make it happen.エムフローのタクさんと一緒に作りました。ぽいね。なんかメイドインジャパン感もあるし、原稿感もある、これちょっとみんなに歌ってもらいたいなと思ってます。はい。ちなみにチーム分けだったり歌い分けだったりは部屋分けがあると思うんですけど、同じ部屋だった人が自分と同じパートを歌う人だ。はい。2人違うチームってことで、はい、そう同じパートを歌う人と同じ部屋だったんですね。はい。そんなわけで、曲名にちなんで、チームシャイニングとチームワンで、はい、じゃあチームシャイニングの方が、翔太、はい、竜兵、はい、ジュノ、はい、ソータ、はい、マナダ、はい。感じてチーム分けは正直意外なメンバーというか今までやったことないメンバーが多かったのでなんか新鮮な感じ。ずっと竜兵とかもダンスレッスンとかは別チームだったからあまりお互いのダンスとかをちゃんと触れ合う時間っていうのがなかったのですごい嬉しいなと思った。一つ目は彼らのプレデビュー曲として才能のきらめきを象徴するような楽曲を作りたかったです。世の中にいろいろある才能がふっときらめく瞬間、自分の中の可能性がふっと広がる瞬間、そういったものを一曲に閉じ込めて表現したのがシャイニングワンです。そしてもう一個 Be Free Move Onから続くこのシリーズはやはり課題曲でもあるので圧倒的に今までよりレベルが高いです。どこの発声を使えばいいのか、どこでミックスボイスとどこで裏声と、ラップのリズムも今までで一番複雑です。今までで一番スピードがあるし、今までで一番リズミカルだし、一番難しいラップ、一番難しい歌、そして一番難しいダンス、これが全て込められたのがシャイニングワンです。プレデビュー曲としてこれを完璧にこなした彼らが世の中にお披露目されるのは夢ですねあともう一個大事なのはコレオグラフ。いいですか、紹介して。お願いします。じゃあ入ってきてください。
シャイニングワンのコレオグラファーはですね、ノッポです。というわけでシットキングスのノッポがシャイニングワンのコレオグラファーです。よろしくお願いします。すごい楽しみです。なんか映像も見てて、普段からもいろいろ聞かせていただいて、もうめちゃくちゃ期待でなんですけど、やっぱりなんかこうまだオーディションの段階なので、そこら辺はやっぱ気を引き締めて素敵な未来を想像しながらやると思うんですけど、今の自分の現状の実力も把握しとかなきゃいけないっていう部分もあるので、足りない部分はちゃんと明確に自分で知って練習するみたいな、ただ新しいものを取り入れるんじゃなくてみたいなのはなんかすごい注意してほしいかなって、このオーディションの段階で。とはいえもうアマチュアでいられる最後の2ヶ月なので、もうプロとしていられることも今後どんどん増えていくっていうことを自覚して覚悟して意識して、初めて言うかもしれないけど気合い入れていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ワンツースリーチャッチャフィリカカカカカカ来たらワンでそのまま足開きながらパチッ。来てくれたのっぽさんっていうのは僕の昔からの大先輩であり、ずっと尊敬してる方だったので、この自分の人生の節目っていうか、僕の人生の序盤でずっと憧れてきた方に指導してもらって、なんかその僕が挑戦しているところに対して一緒の活動ができてるっていうのは今すごい嬉しいです。僕が小学校からダンスやってるんですけど、そこのダンススクールのソータもいて習ってて、もうそのダンススクールは結構スパルタと言いますか、なんかすごい世界大会とかを目指してるところだったので、やっぱソータもダンスでは結構輝いてますね。その、はい、肘をそう囲むようなで、これで左から左右左、そんな感じ。はい、左です。ありがとうございます。どちらに左です。いきなり初日からその課題曲を発表していただいて、しかもいきなりもう振り入れから始まったんですけど、普通にムーブオンの時よりも結構すごいんで、振りの量とかが踊り数とかステップが何よりもすごくて結構大変ですね。やばいなってだったんですけど、自信がついたからかわかんないんですけど、今日ダンスをしてて 100% できてるわけではなかったんですけど、やっぱ自分を信じてるから今はできなくても絶対次にはできるようになってるだろうっていう自信もついたし、絶対にできるようにするっていう強気の気持ちもできたので、みんなのおかげで成長したなって思いました。やばいね。早いっすね。ムーブオンの子たちは経験してると思うんですけど、こんなガツガツ踊りながら歌うの初めてかもしれない。ちょっと頑張ります。かっこいいし、振りもめちゃくちゃかっこいいんですけど難しい。一回これをビデオ残しとこう。同じ朝にも飽きて、グラス越しに撮るスポットライト、あなたと共に弾けた、追い越されてく日々に運命からの正体。自分の中で
めちゃめちゃテンションの上がる振り付けですごい楽しく、やばいですねもう本当に早く覚えて、歌もメロディーも覚えて、自分がどういう風に表現していきたいかっていうのを決めて、練習の中でいろいろ試行錯誤してってやっていきたいなっていうのはすごい今日思いました。今日の課題発表でプレデビュー曲が発表されたんですけど、 Move On とか Be Free のこの合宿でやった曲に続いて、この BMSG のこの S ですね、はい、Shining One っていうプレデビュー曲を練習し始めました。すごい曲調的には僕の好きなジャンルで、緩急プラス強弱プラス感情表現がもう全部の集合体みたいな曲なんで、このパフォーマンスを見ていただきたいっていう気持ちで今はいっぱいです。前回の合宿が終わって東京帰って自分なりにダンスいっぱい練習して、成長してるとは思っていたんですけど、正直マジで今までの振りの中で一番難しいので、ちょっと焦りは正直あるんですけど、まだまだだっていうのを本当に痛感させられました。レイちゃんもジュノンも今振りついていけてないなと思った時に、顔というよりは雰囲気見てみたりするんですけど、心は折れてない感じがするんで、それはであれば大丈夫だと思いますね。ジュノンとかやっぱ姿勢もぶれないし、実はすごい才能なんですけどね、ダメな時に姿勢がぶれないっていうのは結構すごい才能だと思いますね。骨美人1位ジュノンだな。2位誰だろうな。竜兵も綺麗なんだよな。歌ってすらいないのにあんな疲れるし、プラス感想入るってなると、こう今までの比べ物にならないぐらいの疲れが来るんじゃないかなっていうのは正直って思うんですけど、しかもこれがのっぽさん、お金どんぐらい積めばいいのって思うぐらいのゲストねの方々たちが今までいらっしゃって、いやもう衝撃ですよ。僕がこんなんテレビ見てたらってなるぐらい豪華なんで。竜兵なんだろうな、竜兵の踊りをしてくれたっていうか、なんか俺の踊りを振り付けてそのままはいじゃない、なんか表情も俺みたいな、俺見てみたいなで、歌い始めの A メロはすごい引き込まれます、個人的に。それと本人に伝えられたの？それじゃないですいや意識しちゃうと思うんで、力入っちゃうと思うんで。こう振りが決まってて、今日は振りは3分の2ぐらい多分落としていただいたんですけど、僕は振り覚えが得意な方ではないので、すごい今なんか頭がちょっとパンパンな状態なんですけども、短時間でどれだけできるかっていうのをすごい自分でもプレッシャー、いい意味でプレッシャーに感じて頑張ろうと思います。すげえっすね。これやばいっすね。超笑うのメロディーやつ。俺ダンサーだまだ。いややばいなこれ。今すぐ Feel my
響き合うほどに踊り出すこと生き生きしてたね。楽しみにして臨んでるっていうのはいいことですよね。もうデビューまで時間ないんで、成長しようと思ったら音楽好きじゃないと、楽しくないと無理なので、やるぞっていうテンションがほぼ全員こう満面にあるのは心強かったですね。ちょっと見てない間にまた伸びてる人とかは多かったんで、それすごい嬉しいですね。だから明日は一回見せてもらう、現段階でできる状態でパフォーマンスしたらどんな形になるのかっていうのは明日見てから各々の課題をクリアしてもらえたらなっていう感じですね。運命からの運命から運命からの衝突だと思うよ。運命から聞かせてくれああもうすぐ追いつくあの悲鳴にした流星群どこまででも飛べそうさ退屈をエスケープ今のショータイムさショータイム飛べそうさ退屈をエスケープ一人でもでもいいとならもう現状あれだと思うんで、そんなに歌入ってないと思うんで、それは当たり前だと思うから、パフォーマンスする意識も込みの状態でちょっと一応やってもらえると嬉しいです。気持ちはステージの上に乗っかっててくれたら。いきます。パフォーマンスする状態でっていうのに対してソータマナとジュノンは少し表情で何をこう訴えるかみたいなのがないのはやっぱりちょっとこの状況だと厳しくなってくるかなって思います。もう本当に大詰めなのでより厳しくできているとも思います。パフォーマンスとか表現に関してはもう今やれる限りやっとかないともう時間ないんでね、本当に我々には残された時間が本当に少ないので、そういった意味では本当にガツガツいってるとも思っております。よくプロ意識みたいなワードってあるけど要は覚悟のような気がするのよね。ステージの上に立つぞという。ソータもやっぱ歌のところになると急に自信なさそうになっちゃったりするし、ラップもどんどん良くなっていってるから今まで費やしてきたことが間違ってないことの証明だと思うので、それ肯定してあげてほしいなという気がするね。マナトもこっちを見ろという気持ちだったり、あとやっぱ感情の引き出しが少し少ないかも。表情を作るってなった時に出てくる表情のパターンが、少し少ないのが気になるね。ジュノンをどういう風に表すかすごく難しいんだけど、今はもうスッと歌ってしまっているだけの状態に聞こえて、改善してほしいんだけど、同時にその状態でも声が耳に入ってくるのはすごい才能なので、次はステージに立ちたいというだけでなくて、ステージに立った以上その多くの人の人生を左右する責任が生まれてくるので、これをなんか意識してほしいかな。はい、竜兵がやっぱり楽曲を抽出する、自分のものにする心の部分がしっかりとあって、それをどうパフォーマンスしたらいいかって考える力があって、それを体現する能力があるっていう意味で非常にそのアーティシズム、クリエイティビティ、クオリティ改めて順位つけるなら現状も1位が竜兵だなという気持ちはあります。今日パフォーマンス見てて。でパフォーマンスと全く関係ない課題がもう一つあるとしたら、コミュニケーションに関してもさらにちょっと広げていってほしいかなと思います。コミュニケーションがあんまうまくなくて一人でずっとやってきたっていう面もあって、14歳とはいえ世の中に出た時に倍とか3倍とか、君の場合は4倍とかの年齢の人と対等に仕事の話をしなきゃいけない瞬間が出てくると思うんだよね。でそれができませんってなってくるとやっぱ難しくなってきてしまうし、
せっかくの君のアイディアとクリエイティビティが発揮できなくなって楽しくなくなってきちゃうかもしれないね。それは僕は避けたいので、現段階でもう一回パフォーマンスするにあたって会話、人の意識とかイメージをまず聞き、それから自分が持ってるイメージを渡し共有していくっていう。翔太はそういう意味で言うと非常に今みんなに言ったような課題で、できてない部分がほぼほぼないので、それは本当に素晴らしいことだなと思います。一個だけ危惧しているのは歌にしろダンスにしろ今のところそつないっていう意識がやっぱりどうしても感じてしまうので、ダンスにしても歌にしても自分に注目を完全に当てさせる瞬間を意識して作り出してほしいなと思います。そんな感じです。ありがとうございます。気持ちよかったですし、後ろにやっぱりステージが見えました。すごい良かったと思います。特に亮輝と俊斗はすごいね。さらにその中でも亮輝はすごい何かパフォーマンスをするにあたっての意識が全然違く見えるんだけど、やっぱ音楽制作自分で始めたことが結構大きかった気がします。なんかいろんな音楽聴いて、全然そのゼロから作ってるから今その全然クオリティとかは本当にまだまだだし全然なんですけど、それをしたこと自体が音楽とのその距離が近くなってねってその日高さんがおっしゃってたことがようやくめちゃめちゃ分かって、その音楽制作始めてからだったりしたのかなって思います。よかった、クリエイティブ審査やってダンスとか歌両方に対して、さらにもう一個こういう部分を入れてほしいなっていうのがあるとしたら、繊細さとかかな、なんか柔らかい部分とかがあるとさらに映えるね。現段階でもなんかちょっと色っぽさみたいなのすごい出てて、それはすごく素敵なんだけど、しなやかさ、柔らかさ、優しさみたいな部分ちょっと取り入れるとさらに良くなると思う。シュントもすごい良かったね、本当に。次に多分なので意識することは、楽しませてあげようというサービス精神みたいなのが足されるとパフォーマンスに多分幅が出ると思います。今は出してる引き出しもうめっちゃ強いんだよね。その楽しそうっていう引き出しがめっちゃ強いし、引き出しをどんどん増やしていきたいなっていうのはめっちゃ思ってます。感情を渡すっていう作業をもう一回シフトして、入れてってくれたら嬉しいなと思います。はい、れいちゃんはまだ今のところまとまりきってはないか、歌の部分がね。なんか緊張してなんだっけずっと考えてたそういうのがこう感情がそのまま出てしまうっていうのは、いい時のれいちゃんがまさにそれだから、アーティストとして素敵な部分だし、それはすごい誇っといてほしいんだけれど、いよいよ時間がないっていうのはもう一個意識することかな。未経験なのにこれはすごいって人全員思うと思うんだよね。世の中に出てしまったら、そうこの人未経験だけどすごいんですよっていうことにはもうならなくなってしまうから、多分好きなアーティストいっぱいいると思うんだけれど、と同じフィールドで見られることになってしまうっていう覚悟とかが一個つくと、パフォーマンスに幅や艶は出ると思う。楽しみにしてます。ありがとう。レオは今はあれだね、構築中っていう感じなんだろうね。なんか自分の中の何かを変えようとしていて、それが途中なんだなっていうのを感じたので、歌とか、ピッチとかが、悪かったんだけど、それに関して今日の段階で何か言うことはないので、レオの部分で気になったのは、できることをできる状態でやっているので、どんなに一生懸命やってもそれだとたまに人はなんとなくやっているように見えてしまうところがあるので、楽曲の意識とか意図を自分で汲み取って、
自分のメッセージとか自分の主張にして楽曲に落とし込んでいくっていう作業、ちょっと難しい話になっちゃったけど伝わってるかな。ランは顔立ちが綺麗なんです、ものすごく。なので、武器として本当に使えるものなので、例えばパフォーマンスする時も表情を作るというよりは見せるものにシフトしていってほしいかな。セクシーかなでもいいし、この角度の俺かっこいいって思われるんじゃないかなとか、そういうのを研究しちゃってほしいね。ありがとうございます。ありがとうございます。歌の面に関してどうだったかな。歌の面ね、でもやっぱ良くなってるね。まあですか、サビの、感じてのとこも、こう行きたいんですよ、こう行きたいんですけど、一回めっちゃ開いてみたら、これで一回歌ってみたバカみたいって思うけど、バカみたいって思うかもしれないけど、一回もこれで歌ってみたら響く場所も全然変わるし、体使うと。ちなみに余談だけど、日高はその歌の才能がもともとそんなにあった方じゃないから、体のあれでそれ使ったりするね。ボーカルテクニックだけでそういうのができる人だったらいいんだけど、俺はもうそういう人ではないなと思ってるから、そういう声の時はもうこうやってやるし、こういう時はこうやってやるし、したら勝手にそれがパフォーマンスになるから、まあいいかなみたいな。確かになるほど。いや、なんか分かりましたね。なんか開いてる。正直なんかここ俺いいなって思うのがあんま分かんなくて、今のとこでも声が自然に出ていたから、今までどうしてもラップする時気になってた要素が、ラップする声を出そうっていうのがあったから、声を作ってる感がどうしても出ちゃってたんで、ちょっと聞くだけ聞いて、何も言わないから聞いて何も言わないって。もう特に I'm ready ブレーキなんて踏まない方が素敵スレラスラスパイスにして荒波をドライブいっそ空にフライ下に見える大都会バッチリバッチリ楽しみ、全然いいよ。ちゃんみなとかとよくすごい嘆いてたんだけど、なんでその歌えないからラップって人が多すぎてしんどいみたいな話してたんだけど、そうたは絶対その感じ聞こえながらすごいいいね。歌も良くなってるからなおさら説得力出てきたし、現段階だとその歌心みたいなのは後々のラップのスキルの伸びに絶対影響してくるから、ここまで歌ってもらうパートも少なくなかったと思うんだけど、少ないけどちょこちょこあったと思うんだけど、いい方向に行ってるのもすげえいいね。すげえいい、すげえいい。周りの14人の目つきも全然違って、やっとここから始まるなっていうのが一気に実感できた瞬間でした。ピアノギャラってピアノすれたの一番高いのがクリエイティブ審査になります。何クリエイティブ審査って？だからそのステージに向けてきた先のそうです。それはただ一つの共通の最初につけようって言ったのがその仲間であって。お疲れ様です。お疲れ様です。調子はどうですか？頑張ってます。昨日ちょうどクリエイティブ審査の放送とか見てたしね。今クリエイティブ審査やったらどうなるんだろうとかやっぱ思うよね。やろうと思います。クリエイティブ審査ネオ。彼らの音楽性、彼らの人間性、そういったものを音楽を通して、もう一回見せてもらいます。今になってみて、人と人としての彼らの距離も縮まって、音楽との距離も縮まって、今だったらああいう風にやんのになとか、こういう曲歌いたいのにな、あいつもいるしとか思うと思うんですよね。それを存分にやってもらおうと。彼らの成長の証明、
それがクリエイティブ審査ネオですね。最終審査はクリエイティブ審査ネオとシャイニングワンのパフォーマンスの2つで行おうと思ってます。はいはいはい。クリエイティブ審査ネオ、何が違うかというと、今回こちらから用意するものって何一つなくですね、同時に制約もない、もう誰と組んでもいいですし、何をしてもいいです。1個だけ要求があるとしたら、あえてみたいなのはそんなに必要ないかなと思ってるかな。自分が思う一番の強みが出せそうなアプローチをちょっとしてほしいかなと思ってるし、例えば俺の曲であった場合、LINE をそのまま使ったりすることも、全く問題ないです。何やりたいか、ダンスなのか、ラップ、歌なんだけど、あえてバラードなのか、どういうのが一番自分が世の中に対してうおいかっけーって思ってもらえるかを客観視しつつ、自分がやりたいという主観を根っこに持って、どんな曲でどういうパフォーマンスするか、誰とやるかっていうのを、ちょっと話し合ってほしいかなと思います。何か質問がある方はいますか？難しいのは戦略がないから。クリエイティブ審査ネオが発表されて、何でも好きにやっていいよということだったので、審査という概念を取っ払い、僕がやってきた音楽と、今後世に出していきたいというか、世界に向けてこういう曲を作り、こういう音楽をし、こういうアーティシズムを見せたいというか、今出せる一番いいアーティシズムを持ちつつも、音楽として素晴らしいものをクリエイティブできたらなというふうに。クリエイティブ審査をもう一度やらせていただけるということで、僕は結構誰とでもみんなと本当に一人一人やりたいことがすごいいい意味で違くあって、それをこっちにも向けてくれた人と面白いことできたらなっていうのもあるし、前の合宿で最初の方でクリエイティブ審査があって、それからそういう課題がなかったので、またこういう自分で好きなことを作って、それを武器としてみんなの前でパフォーマンスできるっていう機会というか、課題をいただけてすごい嬉しいなというふうに思いました。あんまり人前で披露したことはない曲とかをちゃんとできるならやった方がいいなって思ったのもあって、バラードをやるっていうのが正解か、新しいことに挑戦するのかが。 R&B のこの良さを伝えたい。今の日本の音楽界隈のってすごく R&B で売れてる人とかラップで売れてる方とかがあまり前に当てれていない。そういうところで R&B の良さをちょっと少しでも届けれたらなっていうことで、あまり大人数でやらずに明日の午後に話し上がるので、その時にも決意を言おうかなと思います。いや本当にここまで来たらマジで何人かに言ったけど、一人ずつ曲作りたいし、1年くらい欲しいなとか思ったりしてやっぱりそうだな、今回全部トラックメイクもメロディーもダンスだったりとか自分たちで作るってなった時に、もともとやっぱ自分が聴いてた音楽とか好きなフィーリングとかを生かした曲の方が、多分それがもともとの自分の多分武器だろうし、そういうのを生かしたいと思うし、みんなの意見聞いて僕はそれもやってみたいなとすっごいたくさん思ったんですけど、翔太君と颯太君とやりたいなとはちょっと考えてました。なんだかも嬉しい。ここもそれでいいんじゃないですか。その審査やりますって言われて、一番最初にパートナー思い浮かんだのが竜兵で、だから自分の直感的には竜兵がいいなとずっと思ってたんで、最高だ。
シュントに誘ってもらったの嬉しくて、やっぱなんていうの、自分からこう誘いに行くより誘われた方が嬉しいっていうのは、まあ、当然のことなのかなと思って、でそれに誰からこそいいものができる。僕は作る側としてもみんなに勝てるように努力したいし、けど見る側としても各ファンのこう楽しみにしてたいっていう気持ちもあって、みんなでここまで来たなら見る側としても音楽を楽しみたいと思って、だからこそやっぱ誘ってもらったシュートとは一緒にやりたいなって思いました。俺レイちゃんとその2人でもいいのかなと思ってて、それがその最初にそのレイちゃんがジャズっぽい R&B とか、そっち系のをそうなんかこうレイちゃんの歌も綺麗だし、僕レイ君のラン君の組み合わせすごくいいと思う。あ、それはすごい。なんかダンスとかも足りないところをレイ君はランクから教わってたり、歌の部分とかはこう一緒にやったりとか、そういうの見ててもやっぱ、いや僕は推してるんです。推しなんです。推しなの？2人のペアが推しなんです。あ、そうなんだ。ミュージカルなんですよ。そうですね。初期からずっと一緒で、みんなが部屋も最後までずっと一緒で、なんかそのゆめが言ってくれたその俺にないものをガンちゃんが補ってくれて、助け合ってる感じ、支え合ってる感じを聞いて、確かになって思ったから、なんかじゃあ来るか。いいよ。ダヴィンチームからずっとジェノ君と一緒にいるけど、本当に心地が良くて一緒に歌ってる時のハモってる時とか、でも本当にもう一つ気持ちとしてあったのが、レオ君とやりたいっていう気持ちもあったのが、やっぱり結構どっか似てる要素もあると思ってて、俺は普通にリョウキから吸収できるものがいろいろあるなって思ってたから、リョウキとは一緒にやりたいなっていうのはもちろん思ってたし、でジュノの歌も別にとか言ったらおかしいなでもビューティーなそれこそ本当に初っ端のチームの時から一緒だから一番仲良く見せたい部分とかも多分ほぼ一緒だから、一緒にやったら、まあ、お互いウィンウィンっていうのもあるだろうし、両機は俺が今回今すごい課題にしている表現力とか表情とかいろんな部分を全て持ってたりとか、いろいろみんな伝える部分もあったり、バランス見てもさ、なんか全部面白そうじゃん。多分被らないと思うんだよね、どこも。確かに。いい意味で。何も言わなくても自然に全部違う。そう、だし多分。うまくいってません？普通にうまくいってると思う。でも幸せだもんな。竜兵の世界観っていうのを俺がまだ味わったことないっていうのもあって、ああ確かに新感覚でマリどこかみんな乗れるような、お前いいこと言うな、お前いいこと言うな、そんなヤバい曲を作ろうと思っています。ダンスとかっていうとみんなで、今から人が出てきたらっていうのをちょっとこう連鎖して2人でこうなんかこう俺らの長所を混ぜ合わせないといけない。そうだね、混ぜ合わせつつしっかり出せるようなみたいな。おいっす。おい。おっそっそっそっ。ハス。歌詞はさ、練習中でなんか浮かんできたら入れればいいですね。でも俺的にはやっぱ昨日そう夜とアライフの中間間ぐらいのなんかノリとその踊りのいいとこ取りみたいな感じだよね。主題歌サーベージ。いや、Friday night 待ちわびた this time
3人共通していることはやっぱり刺激を受けたのがこうアメリカの独特のノリとかだったりとか、今はまだこう日本にあんまりメジャーになってない、浸透してないこうムーブだったりノリとか、自分たちの R&B とかヒップホップとか好きな要素を本当に一切妥協なく詰め込んだ楽曲になっています。当然だとあれだから当然選ぶかだと多分厳しいんだよ。飛んでるちょっと飛んでる当然でいいっすよ。当然選ぶコンテンツ、当然選ぶコンテンツ、角なくして当然で跳ね返る。当然選ぶコンテンツ、当然選ぶコンテンツ、光つかむまま踊りは一番までどんな感じできた？今サビに苦戦中でございます。そっかそっか。サビどんぐらいかかりました作るの？サビいや多分1時間でワンコーラスいったから、サビでどんぐらいで15分ぐらいかな、10分くらいかな。でも歌詞が1個思い浮かばなくて苦戦してる。これ出ないな、やばい。出そうで出ない。偶然じゃないんだよ。でもこれはこの3人が今やってることが偶然じゃないっていうのはめっちゃ言いたいんだよ。そう、3人がいてそれをみんなが見てるっていうのはそう、この瞬間なの。これは偶然、いや偶然さ。結構今回マインド中心の歌詞なんで、3人の共通するこの心の部分を書いた歌詞だったんで、一人オンリーワンのそう個性がこの集まった瞬間が偶然じゃないみたいに言いたいから、集まったとかなんか集うとかそんな感じのやつ。そしたら重なるとかもこれの後いける。重なる重なる重なる今とかの重なる今偶然じゃない。あ、今ありだね。重なる瞬間って書いて今って読めばいいんじゃね。うわえってあ、いいんじゃないですか。待ってきた。音に溺れるダンス開けるまで I fall in love with Navy No melody We are only one players 重なる今偶然じゃない。イエーイ。これでいいやは一回もないっていうかの状態でやっと完成できたのがすごいなんか思い入れもあるし、やっとパズルが全部ハマった感がすごいあって、このオーディションをきっかけに知り合ったのが偶然じゃないっていう、本当にそういう意味もつながって、ちょうど本当にもうサビっていう歌詞っていうか本当にうまくいったなって思って、本当になんかここまで満足いくかっていうぐらい結構自分の中で使いたい歌詞も伝えたいこともいい感じに収まることができて、すごい今ホッとしてます。僕らも見てる側も楽しくなれるような曲を作りたくて、Baby why どうして Baby why 投げようかな。ちょっと遊んでいいかな。Baby why どうして A メロではタッタッタンみたいな感じで言って、で A メロが始まっていくっていうのを想像した今。なるほどね。タッタンタララタタタララダン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 の風がダン。あ、いいですそれ。ダンタカタタンダンタカタカタカタタ。あ、やばい。あ、これはやばいやばい。メモしていいですか。いやヒップホップじゃないけど、ポップラップみたいな。なんかほんとシティポップとかの特有のさ、こうあるよね。そういう感じ、わかるよね。じゃあ一回ハイタッチしていい？一回ハイタッチしていい？分かった、ちょっとね。いや、やばいね、ここやばいね。ここは好きだわ。鳥肌もんだよ。
なんなんすかね、なんか本当に意見が合うし、多分それぞれの良さっていうのも分かってるし、その何が言いたいかも多分分かってるんですよ、お互いが。だからそれでこう結構意思疎通ができてて、でそれに伴うように作業もスムーズにいってたので、なんかそれがやっぱ自然と出てるんでしょうね。3次審査の時のいいチームで一緒になったランちゃんと、その最後の最後いっぱい楽しめたら、もうそれクリエイティブ審査はそれがもう正解なんじゃないかなって思ってます。僕たちが、このオーディションを通して僕たちの友情だったりとか音楽がどういうものかっていうのを僕たちらしく体と歌とでこう全てで表現してるので、そこを目で見て耳で楽しんで、それを心で受け取ってほしいなと思います。Let's rock this vibe, this new vibe, this new vibe, this new vibe, man, everybody's funk. おお、いいねいいね。おお。僕たちの曲は少しセクシーな曲になっています。表情だったりとか雰囲気を大事にしたいよねっていう話から、僕たちが武器にできるような、表情だったりとか妖艶さを出せるようなパフォーマンスをしたいっていうところから始まったコンセプトです。エンディングで「Stop me」ってこうなんか「Stop」って言っても「Stop me」「Oh no」みんなでまた止まり方はみんなに合わせてパさあ、そう淡い香りに近づく真冬に夜明けの前にさ、もうロンリーに入っちゃうから後ろにいなくちゃいけない結構。ああ、なるほどね。会いたいのに求める答え、夜明けの前に頭痛い。やっぱ3人でやっぱフリー作りもやっぱ少ししかやったことがないので、僕とかも両業もなんですかね、なんでそのですけどアイデアを出しちゃって、なんかもっといいものがあるんじゃないかなみたいなのを、やっぱクリエイティブなんで、なんかそういうのを模索し続けてる感じなので、なんか本当にこれでいいかって言われると最終決定では全くないっていう感じなので。じゃあいきます。はいになったからさわからない。ベロベロ蘇る記憶の愛は現にベロベロ晴れイルミネーターか。などうまく濡れる嘘をフラッシュバックすると何が悪いの。Yes yes yes yes。いい感じだと。いい感じですか。認識としてはみんな足並み揃ってるし、すごくなんかみんなメンバー3人ともこうちゃんとこうアイデアとかもあって、なんかここはこういう風にした方がいいんじゃないかなとか、ここはどうみたいな、なんかそういうのをちゃんと言い合えてるので、壁ぶつからずにできている気がしますね。前回のクリエイティブの時に比べたら多分格段となんかクリエイティビティが見せれてるんじゃないかなっていうのは思ってます。みんなすごくなんか明るい感じで、なんかちょっと笑顔もありながらなんか作れたのでよかったなっていうふうに思ってて、今回僕たちが作った楽曲のコンセプトは、一人の人物がまるで中毒症状のように芸術に溺れていってしまうというストーリーを描いた楽曲になってます。なんかな、微妙だな、微妙だな、おい微妙だよ。出てこないな、マジで。一回違う音楽を誰もここにない。いつまでの片付く
俺は試してた。まあ試しです。こういう振りどうって提案するときに自分のその 100% のやりたいことというか想像してることをまだ表現しきれないっていうのが結構あって、それで結構悩んでた。やっぱこうやって一緒に生活してるからこそこうペアに認めてもらわなきゃっていう、ペアにこの振り見せてちゃんと納得してもらえるような振りにしないとなみたいな、そういうのがあって。おはようございます。ちょっと朝練兼ストレッチ込みで頑張ってきます。行ってきます。おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、龍平。お前寝巻きやんけ。いや、寝巻きが一番かっこいいよね。わかる？すごいな、朝からそれいけんの。若さだわ。かかとがあんまつかないんですよっていうのを見てます。どうやってみんな踊ってんだろう。なんかダンスに関しては多少の成長をこの合宿でも実感できてるんですけど、まだ歌をちゃんとやれてないんで、昨日もあんま落とし込めてない状態で歌ってたんで、そこのなんか歯がゆさがあるんですよね。